んにちは、みーです。今日は京都に来ました。日帰りの一人旅です。少しゆっくりとした日本語で話すので、京都の綺麗な景色を見ながら日本語がどのくらいわかるのか試してみてください。今日の一つ目の予定は貴船神社です。貴船口という駅に着きました。駅からバスに乗って神社に向かいます。貴船神社に着きました。神社は少し工事中です。階段を上ります。手を洗います。御朱印をもらいます。お願いします。ありがとうございます。御朱印をゲットしました。次は水みくじをやります。箱の中に200円を入れて、好きなところから紙を1枚取ります。次にこの紙を水の上に置きます。そうすると少しずつ文字が見えてきます。文字が見えたら紙を取ります。私は末吉でした。大吉じゃなかったので、運が良くなるように願って神社に結んで帰ります。今回の旅はこのデジカメでも写真を撮ります。次の目的地へ向かいます。行きはバスに乗りましたが、帰りは駅まで歩きます。水の音を聞きながらリラックスできます。駅に戻ってきました。スタンプを見つけたのでノートにスタンプを押します。日本の旅行スポットにはスタンプがよくあるので、ノートを持っていくことをおすすめします。次は下鴨神社に行きます。下鴨神社に着きました。最初に下鴨神社の中にある河合神社に行きます。河合神社は
女性の守り神として有名な神社です。ここでは鏡の形をした絵馬が有名です。御朱印お願いします。一番でよろしいですか？一番で大丈夫です。左側にはさせていただきます。はい。御朱印をもらいます。1000円のお納めです。お待たせいたしました。本日2つ目の御朱印です。下鴨神社に入ります。ここは京都でとても有名な世界文化遺産の神社です。私は梅の花のお守りを買いました。下鴨神社にも水みくじがありました。さっき貴船神社で水みくじをしたので、ここではやりませんでした。次は北野天満宮に行きます。その前にお腹が空いたのでマクドを食べます。この後わらび餅のお店を予約しているのでポテトは少なめにしました。北野天満宮に来ました。あまり時間がないので少し急いで中を見ます。梅の花が見たかったので見れて嬉しいです。御朱印をもらいました。頑張れ、可愛いよ。愛ちゃんと共に頑張ります。温かい拍手で応援をよろしくお願いいたします。さて次は予約しているわらび餅を食べに行きます。60庵に来ました。ここはお花の入ったわらび餅が人気なお店です。私は予約しました。席に座る前に建物の説明をしてくれました。この建物は約100年前に建てられた歴史のある建物です。静かな庭を見ながらわらび餅を食べることができます。私は期間限定の桜わらび餅にしました。わらび餅の中に桜が入っています。お餅はプルプルしています。きな粉をつけたりそのまま食べたりしました。桜は少ししょっぱいです。抹茶は甘さはなく苦めです。美味しかったです。食べ終わったら庭で写真を撮ることができます。お腹いっぱいなので少しお散歩します。行きたいお店まで少し歩きます。美味しそうな食べ物がたくさんあってお腹いっぱいじゃなかったら食べたかったです。
浮世絵を買うか迷ってました。今回は我慢しました。私が行きたかった食器のお店に着きました。かわいいお皿やコップがいろいろあります。めっちゃ悩んでこのお皿を買いました。今度これで茶碗蒸しを作ろうと思います。次はポケフタを探しに行きます。いつも旅行するときは近くのポケフタを探します。今回は時間がないので行きたい場所を一つだけ選びました。ということでポケフタがある八坂神社に来ました。御朱印の受付時間は終わっていました。見たかったポケフタを見つけました。それでは最後に伏見稲荷へ向かいます。外は暗くなっています。お店も閉まっています。伏見稲荷神社は24時間開いています。千本鳥居をくぐります。暗いです。鳥居の中を歩いていきます。伏見稲荷を少しだけ歩く予定でしたが、気づいたら山を登っていました。ゴールがわからなくて、とにかく歩いています。人が溜まっていたので、これがラストかもって元気になりました。綺麗な夜景が見れました。けどここはまだ途中らしいので、私は山の頂上まで行くことにしました。だんだんと人が少なくなって少し怖かったです。でも途中から疲れが勝って怖くなくなりました。もうやめたいけどここまで来たから頑張ろう、そんな気持ちを繰り返していました。この稲荷山の鳥居の数は1万以上あるそうです。ラストスパートがきつくて息が上がりました。登り始めてから1時間5分くらい経ちました。ようやく
頂上に着きました。足がめっちゃ疲れました。ゆっくり帰ります。山を降りるときはひたすら無心でした。とにかく達成感がすごいです。一人京都旅大満足です。見てくれてありがとうございます。帰りにこれを飲みました。それではまたね。よかったらチャンネル登録お願いします。